こんにちは、トバログです。今回のテーマは YouTube 撮影をより快適にするためのカメラのセットアップを紹介していきたいと思います。いや結構ね YouTube 撮影ってめんどくさいんですよ。こうやって視聴者さんに話すのもあれなんですけど、いちいちねこうカメラを三脚立ててセットアップして、で僕の場合だとレビュー動画とかをねこう俯瞰って言ってこう真上からのカメラで撮影してたんですけど、それがねセットアップが結構めんどくさくて、前の家だと結構狭かったんで、それをやるのにね動画の前後で30分ぐらいかかってたんですよ。でそれをどうにかしてなくしたいと思って、構築していったっていう感じですね。簡単にお見せすると、こんな風に一応ワンタッチ的な感じで手元撮影もしやすくしてみています。でこれをすることによって、こうして動画を手元のレビュー動画を撮りながら、こういう風に自分の顔を映したりとか、そういうのをね気軽にこう繰り返して使いやすくしていくっていう感じですね。そのセットアップの様子を最初に紹介しておくと、こんな感じになっていますはい、これ結構考えたんですけど、この普通のね強力突っ張り棒みたいなのに、こういう風にカメラを立てて、で照明をここに置いて、で俯瞰撮影用のカメラを真上に設置してるっていう感じですね。でそれをまだね完璧ではないんですけど、こういう風に ATEM mini っていうのを使ってスイッチングして、モニタリングをするという感じにしています。で、実際にここに映像があるんですけど、両方このカメラの SD カードに録画をしつつ、こう視点を変えられるっていう感じにしています。でこのセットアップをすることによって、そんなにねスペースが広くない場所でも、俯瞰撮影と普通の自撮り用のカメラを常設できるんですね。で常にこういう風に置いておけるんで、動画撮りたいってなった時に電源を入れて、この撮影モードにするだけで本当にね5分ぐらいでセットが終わるので、それがねすごい動画を撮るハードルがめちゃくちゃ低くなったかなと思っています。とはいえまだまだ課題は山積みなんですけど、とりあえずどういうふうにこのカメラのセットアップの構想を考えたのかっていうところと、あと実際に使った機材ですね。実際に使った機材と、セットアップしていく様子で、実際に使ってみて良かったところとちょっとした課題みたいなのについて紹介していこうと思います。はい、じゃあまずどういうふうに構想していったかっていうところですね。実はこの部屋に引っ越してくる前に写真を撮って、その写真を用いてねこのセットアップのイメージを作ってたんですね。一番最初に作ったイメージはこんな感じで、本当は最初は L 字型のデスクにする予定でしたなんですけど、今はちょっと違ってますね。こういうふうにねポールを使って照明とかカメラとかマイクとかをね一箇所にまとめてしまおうって思ってたんですよ。これはなんでこういう風にしたいかと思ったかというと、前に海外の YouTuber さんがこういうセットアップを組んでいたのを目にしたんですね。確か誰だったかな、 Twitter で大石ゆかさんっていうテック系の YouTuber の人がいるんですけど、その人がシェアしてて、でそれを僕も見て、引っ越したら絶対こういうセットアップにしたいと思って、このやり方を考えていたわけなんです。でその人は多分机に挟み込むクランプみたいな形で考えていたんですけど、僕結構俯瞰撮影をするんですね。今こうやって上にカメラを1台セットしてるんですが、そういう感じでよくこういう構図の動画を撮るので、それをするために天井から床までポールを1箇所にまとめるために突っ張り棒を使おうと思ったんですよ。そうすることによって天井ギリギリの位置から俯瞰撮影ができるなと思って、こういう構造を考えていましたという感じで、具体的に機材とかを使って考え出したのがこちらで、こういう縦の突っ張り棒を使いつつ、何かしらのポールとかでこのカメラを1箇所置いておいて、で照明と普通の自撮り用のカメラ、このカメラですね、このカメラとマイクとを置いて、で ATEM mini っていう、ちょっと雑なんですけど ATEM mini っていうのを使ってちょっとこれを経由して録画していこうかなというふうに考えていました。カメラ機材を1箇所にまとめてしまうことによって小スペースな感じで動画が撮れるし、すごいねずっとそこに常設しておいてもあんまり邪魔な感じがしないかなと思って、そういう意味ですごいいいなと思って、こういう構造にしています。とはいえ実際に用いる機材とかってあんまりネット上に情報がなくて、基本的にはみんな天井にネジで固定してしまってるんですね。
僕の場合ちょっと賃貸だし、なんか天井にずっとカメラが置きっぱなしっていうのもなんか気になるなと思って、こういう突っ張り棒で1箇所にまとめてしまおうと考えたわけです。というわけでこんな感じでセットアップをしていこうと思います。はい、次に僕はこのカメラのセットアップを構築するために購入したものたちを紹介します。実際はねこれの倍ぐらいのものを購入していて、その中から使えるものをね抽出して今使っていくっていう感じなんです。はい、まずこれなんですけど、これはクローゼットとかに入れて衣類とかをかけておくための突っ張り棒ですね。最大の耐荷重が60キロぐらいまであって、こうやって横にした状態で60キロ分ぐらいのね服をかけられるというものです。これはホームセンターで僕は購入したんですけど、同じものが Amazon でも売っているので、結構大きいタイプの突っ張り棒なので Amazon で購入するのがいいかなと思います。本来はねオートポールっていうマンフロットが出してる縦型のスタジオの機材があるんですけど、あれだとね本当に2万円ぐらいするんですよ。でこのポールだと3000円ぐらいで購入できるんで、僕の場合ねプロでスタジオ撮影するっていうわけではないので、こういうのでいいかなと思ってこれをとりあえず購入しています。縦で使うことは想定されてないんですけど、工夫をすればね全然問題なく使えています。で次に俯瞰撮影をする時用のアイテムなんですけど、これはねトレーシングペーパーって言って、光をね攪拌させるとかちょっと柔らかい光を取り入れるみたいな時によく使うトレーシングペーパーっていうのがあるんですけど、それを固定するためのねポールですね。このポール自体は2000円ちょっとぐらいで、本来はカメラを載せるために使うものではないんですが、割とね丈夫でこうやっても大丈夫だし、僕の場合俯瞰撮影用のカメラが結構軽いものなのでこれで問題ないかなと思っています。でこの 3A 雲台は多分5000円とかそのぐらいで購入できるすごい安いものですね。安いものなんですけど、こういう風に動かしたり、こうパンを動かしたり、ここでこういうのを動かしたりって結構ね 3way で割と使い勝手が良くて、しかも安いのでこれを導入しています。でこれもトレーシングペーパー用のポールですね。こちらは支え用に購入したものです。これもだいたい1600円とか2000円とかそのぐらいだった気がします。これはねトキスターっていうメーカーのものです。ポール系からいっちゃうか。ポール系で言うと、本来はこのセットアップ用に購入したものではなくて、これベルボンのスーパークランプってやつと、スリックのスライディングアーム2ってやつなんですけど、今まで僕 YouTube 撮影でこうやってたんですよ。こういう風につけて、でここの先っちょにカメラを取り付けて地面に向かって俯瞰撮影するっていうのをやってたんですけど、今回はそれが必要なくなったので、一応これを応用する、一応これもね応用して使おうかなと思っています。一応こういう紹介しているものは概要欄にリンクを貼っているので、気になったものに関してはぜひチェックしてみてください。これがあれですね、スタジオ撮影には欠かせないと言われているマンフロットのスーパークランプです。スーパークランプっていうのは、スーパークランプっていうのはこういうアイテムなんですけど、ここにポールを通して、でこうくるくる回すとカニのね爪のようにガッチガチに万力みたいに固定してくれるんですね。この先っちょにこういうダボみたいなのをつけて、でそれでアームをつけるとかなんか機材をつけるっていうことができるようになってます。これ一つあたりね耐荷重が15キロあるので、結構重めのカメラでも全然問題なく固定してくれるのかなっていう感じですね。結構これマンフロットの、純正のものなんで4000円近くするんですが、3つ購入しています。ちなみに Amazon だと、類似製品が2000円ぐらいで購入できるんで、自宅で使うぐらいだったら全然それでもいい気がします。あとはこれですね、ニーワーっていうメーカーの、Amazon で購入したグリップヘッドです。本来ならスタンドの先にこれをガシャって刺して、でさっきのトレーシングペーパーポールとかをここに入れて、こうやって伸ばしてトレーシングペーパーを当てるとか、そういう使い方をするんですけど、今回僕は俯瞰撮影用のカメラを固定するために使います。あとは普通のカメラ機材なので直接セットアップには関係がないんですけど、俯瞰撮影用のカメラはこれですね。ソニーの α6400 っていうカメラを使います。軽量だし、僕普段はね今これで撮ってるんですけど α7 III っていうカメラを使ってるんですね。このカメラの出番って最近はあんまりないので、俯瞰で固定してずっと置いておけるようにしようかなっていう感じです。でレンズはタムロンの 2875 っていうものを使う予定でいます。これだと俯瞰撮影で結構大きいものから小さいものまでズームレンズなんで結構
幅広く対応してくれます。で結構ねこのカメラが APS-C センサーを搭載しているので、周辺原稿とかもそんなに目立たずに、あと結構ね寄りで撮れるので、この組み合わせで使おうと思っています。あとは撮影が実際どういう風にいっているのかっていうのをモニタリングするディスプレイですね。これもなんかフリーワールドっていうものなんですが、いわゆる中華メーカー的なもので2万円とかで Amazon で購入しています。がっつり色味とかを調整するっていうわけではないので、映ればいいかなっていう感じです。これに関してはね PC でもいいし、外部モニターでもいいし、何でもいいので代用できそうですね。あと若干購入に失敗した感じなんですけど、 ATEM mini です。ATEM mini は何かっていうと、本来はねライブ配信用のツールなんですね。カメラを最大4台までセットしておいて、この1234っていうのでワンタッチで自分が映るカメラとかを選べるっていうのがすごい便利なアイテムです。で僕はねこれを使って PC 側で録画して、その録画したデータを編集するだけにしたかったんですけど、 ATEM mini だと別のツールを介することでかなりね画質が悪くなってしまうんですよ。それでね ATEM mini Pro っていうやつだったら直接これでストレージ保存ができるっぽかったので、僕の場合は多分 ATEM mini Pro を購入すべきでした。とはいえ液晶モニターと接続して実際に構図とか今録画状態どんな感じなんだろうっていうのをチェックするのには使えるので、一応手元に置いておいてモニタリングしながら、録画データはカメラ内の SD に保存されるっていう感じです。これ機会があればちょっとアップデートしたいですね。であとは照明です。これはファルコンアイズっていうもので、ここの前面がね LED ライトになっていて、めちゃくちゃ明るく夜でも昼のように照らしてくれるというアイテムで、確かね4万円とかしたんですけど、基本的に YouTube 動画を撮るときはだいたいこれを使っています。この部屋に引っ越してきてからは昼間はねかなり明るいので使わなくなったんですが、夜間とかどうしても必要になってきますね。これも結構大きいので邪魔なんですよ。スタンドに立ててこうやって置いておくと圧迫感がすごいので、できればポールにね1箇所に固定しておきたいですよね。今回それもできるようになっています。はい、ちょっと長々と説明してみたんですけど、ここから実際に組み立てていこうと思います。よいしょよいしょと。じゃあまずは機材の要となるこのポールから立てていきます。次はクランプ。はい、という感じで今ね15分ぐらい作業したんですけど、やっと完成しました。とりあえずね暫定はこんな感じです。それではねもうちょっと詳しくね紹介していきたいと思います。はい、という感じでこのセットアップが完成しました。一応まだ課題とかあったり暫定的な感じなんですけど、とりあえず僕の場合はこういうセットアップで YouTube 撮影をしていきたいと思います。で、詳しく見ていくと、冒頭でもね機材は紹介してるんですが、ここで突っ張り棒を立てていて、でその突っ張り棒に対してこういう風に自撮り用のカメラを置いたりとか、あと照明ですね、ファルコンアイズの照明を置いて自撮りする時用と手元を撮る時用で動かせるようにしています。とはいえこの部屋最高がいいので昼間はあんまり使わなくてもいいかもしれません。でこれはどういう風に固定してるのかっていうと、さっき紹介したマンフロットのスーパークランプですね。これをこの突っ張り棒に挟んでダボみたいなのをつけて、その先っちょにスリックのスライディングアームをつけて固定しているっていう感じです。でこの位置が結構ポイントなんですけど、このね突っ張り棒を固定するためのネジがすごい貧弱な感じなんですね。もともと横用なんで、縦に使うっていうのは想定されてないんで多分貧弱だと思うんですけど、これだけだといきなりガタンって落ちるっていうことも考えられなくはないので、僕の場合はこのスーパークランプをちょうど上の部分に固定して、でいきなりストンって落ちることがないようにしています。
でこの突っ張り棒ってここをくるくる回すことによってすごいギチギチに固定してくれるんですが、万が一それが機能しなくなった場合でもいきなりこうストンと落ちることがないように、ここにもう一つのスーパークランプを固定しているっていう感じです。スーパークランプで固定することによって、こういうね本来縦で使う用途ではない、強力な突っ張り棒でもある程度固定はしてくれているのかなっていう感じです。この辺はね本当に僕がプロではなくてアマチュアで、しかも自分の家で使うっていうことなんでできているっていう感じです。もしやる人は自己責任でお願いします。最初の予定だとポール1本だけの予定だったんですね。ポール1本だけでもこのα6400って結構軽いカメラなんで問題はなさそうだったんですが、割とねこうポールがたわんじゃうんですよ。でちょっとね不安定さがあるなと思って、どうしようかなって考えてたところ、信号機を思い出したんですね。信号機って細いポールの先っちょに信号機ついてるじゃないですか。あれどういう構造なんだろうと思って見ていくと、こういう風にね支えの棒があったりするんですよ。で支えの棒をつければある程度安定するのかなと思って、やってみたら結構安定したんで、個人的にはこれかなり力作です。という感じで、一応ねこの α6400 の先っちょにマイクロ USB で給電しつつ、この HDMI ポートから直接こうデータを送って、この下の ATEM mini という機材につながっているっていう感じです。一応こういう風にディスプレイをつけていて、でそこで俯瞰撮影でも自撮り用のカメラでも情報を見ることができています。でこれは今1カメの状態なんですけど、録画してる状態ですね。1カメはこの α7 III っていうのを使っていて、で α7 III カムロンの広角ズームレンズをつけていて、17mm、28mm っていうレンズをつけています。でそれで自撮りをしつつ、ベルボンのアイテムを使って、これを固定しています。こういうふうに1カメの情報を、ここで見ることができたり、2カメで撮りたいってなったらボタンを押すだけで2カメの今の状況がわかるので、これはかなり便利なのかなと思っています。でこんな感じですね。こうやって手元を映しながら、で2カメをで手元を映す段階になって2カメで動画を撮りたいってなったら、こういう風にねソニー専用のリモコンがあるので、これでボタンを上に向かって押すだけで、2カメが録画可能になるとか、こうやって真横に押すだけで1カメだけ録画できるようになるとか、あとこの辺でポンって押すと2台同時に録画したり録画を止めたりっていうのができるので、そういう点ではね今まで住んでいた家よりもかなり楽に動画が撮影できているのかなと思います。はい、というわけでこの機材がね完成しましたということで、いいところと悪いところみたいな簡単に紹介しておくと、まずいいところはかなり小スペースで設置できるっていうところで、もう一つがセットアップに時間をかける必要がなくなったので、動画を撮影するねハードルがかなり低くなったっていうところですかね。今のところはその2点かなと思います。で残念なところで言うと、このね ATEM mini っていうのを使ってるんですけど、実は ATEM mini でも録画ができるんですよ。ATEM mini で録画ができるんですけど、で PC 上で OBS っていうのを使う段階でかなりね画質とかが劣化してしまうので、本当はこれを使って PC 内にストレージ保存するっていうのをね予定してたんですけど、それがちょっとできなかったっていうのがやっぱり残念なところですね。これはもしかしたら ATEM mini Pro を買えばいいのかもしれないんですけど、で ATEM mini Pro っていうのをね買えば、この機材に直接 SSD とかを挿して、それで動画が保存できるっていう感じなんですけど、それをすることによって画質が劣化しないのかっていうのはね結構気になっていて、そういうところがねちょっと課題なポイントですね。で僕の場合結構ねログって言って、ちょっと淡い色味の映像で最初撮ってるんですよ。でその上から、編集で色を乗せてっていうのをやってるんで、その時にねこう劣化していかないかっていうのはちょっと心配だったりします。というのが悪かったというか、今の抱えてる課題ですね。あともう一つとしては、やっぱりこの機材の圧というか、常設しておけるのはすごい便利なんですけど、ケーブルがすごいかさばって、雑然としてしまうみたいなところは課題だったりします。この辺はちょっとねケーブルをまとめるやつ買ったりとか、あとポールとかは結構黒いんで、それをもしかしたら染め球とかで塗ってみてもいいのかなとは思ってます。そんな感じですかね。
というわけでまだまだ課題とかも山積みなんですけど、一応 YouTube 撮影がしやすくなったということで、紹介してみました。次回はね、この壁のやつとかを紹介したり、あと7月買ったものとかそういうのもね、まだ紹介できてないので、そういう動画をどんどんこのセットアップがやっとできたということで作っていきたいなと思っています。というわけで、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。